巷には正しい英語学習法が溢れている。やれシャドーイングが最強だ。いやいやイマージョンが一番いい。いやいやアウトプットしまくれ。でも結局何が正解なんだ。半年後にオーストラリアへのワーキングホリデーを控えている僕にとって英語は切実な問題だ。途方に暮れた僕は思いついた。巷の英語学習本を複数読んで共通点を抜き出せばさすがに正しいんじゃね。早速図書館へ行き、第二言語習得論という外国語を学習するプロセスの解明を目指す研究領域をベースにした本を中心に合計5冊の本を借りてきた。そうして本を読みながら逐一メモし、ついに5つの共通原則を導き出した。この動画ではその科学的根拠に基づく5つの原則と具体案を指示している本の冊数が多い順に全て公開する。この5冊の本を読みまして、その中で共通してどの本も言っていることかつ、これは客観的な根拠とかがちゃんとありそうだなみたいなものを上位にランクして5個の原則をね今回絞り出しました。原則が何なのか、なぜそうなるのかっていう理由で、加えて結局どういう学習をしていけばいいのかっていうところまでちゃんとお話しするようにします。そこがないとその原則だけ言われてもじゃあ結局どうしたらいいのっていう話になっちゃうと思うんで、ただ1点だけ前置きなんですけれども、この第二言語習得論っていう学問分野はまだ割と日が浅い学問みたいですね。1970年ぐらいから始まった学問みたいで、まだ日が浅いですし、今後反証可能性というか覆っていくっていう、今のこの現段階での見解が覆っていく可能性があるものということは、認識しておいてほしいかなと思います。とはいえ現段階ではこの方法が、ベストだよっていうのが結構書かれているものなので、ぜひ興味が湧いたらね読んでほしいですね。結構いい本だったんでどれも、全部が第二言語習得論の本ではないんですけど、そういうのは一応頭に入れた上で、これから5つの原則を聞いてほしいかなと思います。もうこれまとめ上げるのに30時間ぐらいかかったんで、全部でこれ読むところから始まってね、少しでもいいと思ったらいいねとかねしてくれると本当に嬉しいです。で、1つ目の原則なんですけど、沈黙しない技術を最初に身につけるっていう原則ですね。指示しているのはサバイバル英会話と外国語学習の科学の2冊です。これどういうことかっていうと、完璧な英語とか文法を目指す前にまずは会話を止めない技術を身につけようっていう原則みたいです。沈黙っていうのが最大のコミュニケーション障害になるみたいですね。実際の会話においては文法のミスとか発音のミスとか単語のミスとかって大事だけど大事じゃないっていうのが、実際のところみたいで、沈黙っていうのが一番 NG 行動みたいですね。それはお互いに心理的な負担だったり不安を与えてしまうから、沈黙をさせないような策を事前に用意しておくっていうのが非常に大切みたいです。そういう風な時間稼ぎとか話題転換のための作戦をコミュニケーションストラテジーっていうみたいですね。この外国語学習の科学とかに書いてあったんですけど、コミュニケーションストラテジー、それを事前に用意しておくと会話中に脳が止まっちゃった時に、どうにかなるよっていう、どういう風な学習をやっていけばいいのかっていうと、まず一つには時間を稼ぐ系のフレーズを頭に入れる。これはもう今言った通り当たり前ですね。例えば Let me think for a second、 ちょっと考えさせてとか、そういう考える時間を確保できるようなフレーズを事前に頭の中にインプットしてそれを練習しておくっていうのは一つありますよね。で2つ目がパラフレーズで逃げるっていう方法ですね。これは自分がすでに知っている単語でその言いたい単語を言い換えていくっていう方法みたいです。例えばここに今コーヒーがありますけど、仮に僕がコーヒーっていう単語を思い出せなかったとします。その時にこのコーヒーを自分の知っている単語で説明しようとすると割と時間が稼げるよっていうことみたいです。例えば黒い液体で、苦くて主に南米から輸出されることの多い、子供はあまり飲めない大人が好きな飲み物って何だったっけって説明したら、コーヒーだねって分かるわけですよ。そういうふうに自分が知っている単語、すでに知っている単語でその言いたいフレーズをパラフレーズしていくっていうのも具体的にはかなりいい方法みたいですね。
っていうのがまず原則の1つ目、沈黙しない技術を最初に身につけるっていうことでした。2つ目の原則なんですけど、2つ目の原則はネイティブ信仰を捨てるっていうことです。これを支持していたのは3冊、究極の英語学習法と外国語学習の科学と英語学習の科学 Q&A で、ネイティブ信仰を捨てるっていうのはどういうことかっていうと、そのネイティブレベルの完璧な発音、豊富な語彙量を目指すのをやめて、相手が理解しやすい発音と重要な表現を覚えるっていう方向にシフトした方がいいよっていう原則みたいです。それがなぜそうなるのかっていう理由としては、まず単語に関しては高頻度の単語でほぼ全てカバーできるみたいですね。とある研究があって、最も頻度の高い単語3000語っていうのがあらゆるテキストの約 95% を占めているみたいです。で、逆にネイティブと同じようなレベル、つまり2万語ぐらいの語彙量っていうのがあったとしても、それのカバー率が 99% になるだけみたいですね。つまり3000語だったら 95%、2万語だったら 99%、1万7000語を足しても 4% しか変わらないのは、さすがに効率悪いよねっていう、そういう研究があるみたいですね。いわゆるパレートの法則みたいなもんで、最後のそのごく数%の部分を詰めるのに8割ぐらいの時間がかかっちゃうっていうのは、かなり効率が悪いよっていうのがまず一つで、発音に関しては生物学的な限界があるみたいです。脳の可塑性の観点から大人が完全にネイティブレベルの発音になるっていうのは正直ほぼ不可能に近いっていうのが今の第二言語習得論の見解みたいですね。これは結構厳しい現実ではあるんだけど、それをあまり悲観していないところが結構この第二言語習得論にはあるみたいで、そもそも我々はネイティブの発音になる必要はないっていうのが書かれてたんですよね、どの本にも。我々の意図を相手に伝えることっていうのが我々の目的であると。これはみんなそうだと思います。で、その目的に立った時、別にネイティブであるっていうのは必要な条件とは限らないよっていうことです。それよりも大事なのってのは、相手がちゃんと理解しやすいような発音を目指すことみたいですね。だから逆に言うのであれば、ネイティブになる必要はないけど、かといってブロークンな発音でもいけないから、ちゃんとした理解しやすい発音になる必要はあるよっていうことみたいですね。で、これはよく言う話ですけれども、世界では訛りっていうのが前提なんですよ。世界中の英語話者のほとんどっていうのは英語に対して非ネイティブであって、その相手が非ネイティブなのであれば自分に訛りがあっても何の支障もないわけですよね。で、かつ面白いなって思ったのが、イタリアとかフランスとかドイツの学習者っていうのは割と自分のその英語の訛り、第二言語としての英語の訛りに対して誇りを感じている部分がかなりあるみたいですね。セクシーな英語だろうみたいな、そういうスタンスで結構好意的に自分の訛りっていうのを捉えているらしいんですけれども、日本を含めアジアの国っていうのは自分たちのそのアジア特有の英語の訛り、いわゆるジャパニーズ・イングリッシュ、サムライ・イングリッシュに対して割と否定的に考えている人が多いみたいですね。この究極の英語学習法に書かれてたものかな、面白いなと思ったのが、もっと強気でいいぞっていう日本人は、お前らの言語をこっちがわざわざ合わせて話してやってんだからなぐらいのスタンスでもいいのかもしれませんねぐらいのことが書かれてましたね。だから自分の訛りを恥ずかしいものとか、日本人のその特有の英語を恥ずかしいものだと思わずに、むしろそれが個性だと思った方がいいんじゃないっていう提案がされてましたね。かといってさっき言ったように片言の英語だけでいいわけではなく、ちゃんと自分の発音を向上させていくっていう練習は必要になるっていうことです。で、最後の理由なんですけど、伝わりやすさは音素よりリズムだそうです。個々の音、母音があるとか子音がこうとか、そういう個々の音素が完璧じゃなかったとしても、英語特有の強弱とかリズムとかイントネーション、これを全部プロソディっていうらしいんですけど、このプロソディさえ合っていれば相手には十分に伝わるみたいです。以上の理由でネイティブ進行を捨ててプロソディの習得にリソースを集中させるっていうのが、学習の方針なんですけど、じゃあ具体的にどういう勉強をしていけばいいかっていうと、大きく3つあるみたいで、1つ目が、内容語と機能語のコントラストをつけるっていうことだそうです。内容語ってそもそも何かっていうと、例えば MacBook とかこういうものが内容語、いわゆる名詞ですね。
対して機能語っていうのは冠詞あとかだとか主語Iとかheとかそういうのも機能語みたいですね。要するに重要な単語が内容語、機能語っていうのは文章として成立させるための言葉っていうイメージです。で、英語においてはこの内容語っていうのを強く長く読んで、前置詞とか冠詞みたいな機能語っていうのは弱く短く読むっていう原則があるので、この内容語と機能語に強弱をつけて、そのコントラストをつけてリズムをつけて読んでいくと英語っぽい発音になるのではっていうのが3つの本で指摘されていました。で、2つ目がファイトクラブテクニックの導入。これ何かっていうと、これちょっと面白いなと思ったんですけど、内容語と機能語でリズムをつけて強弱をつけて読んでいきましょうってなった時に、そのイントネーションでじゃあ強い部分を読むときに実際に自分の体を動かすとより効果が高まるっていうのがこのファイトクラブテクニックっていうものらしいです。イントネーションっていう単語がありますよね。ネーションの部分を強く言うわけですよ。で、その時に実際に自分で強いパンチを打つっていう、何にもないところはこのままイントネーションみたいな感じで強い発音を読むときに実際に自分で強めのパンチを繰り出すっていう、これをファイトクラブテクニックって言って、なんかすげえアホらしいですけど、実際にこれでリズムが定着しやすいってことが研究で示されているみたいですね。はい、っていうのが2つ目、ネイティブ進行を捨てるっていう原則でした。原則っていうか共通見解って言った方がいいか。で、3つ目の共通見解がチャンク単位で英語を覚える。これを指示していたのは4冊、結構多くなってきましたね。これどういうことかっていうと、ネイティブが使う2語以上のセット表現のストックを増やした方がいいよっていうことみたいです。例えば for the sake of ってありますよね。 for the sake of なんちゃらのためにっていう表現ですけど、この for the sake of で塊として使うじゃないですか。こういう塊表現をどんどんストックしていこうねっていうことみたいです。理由としてはネイティブの会話の大部分はこの塊表現で占められているそうです。具体的に言うと、ネイティブスピーカーの発話の6割から8割は単語その単体ではなく、こういった定型表現で構成されているっていうデータがあるみたいです。で、2つ目の理由としては脳の認知負荷を劇的に下げられるから。毎回その1個ずつ会話の中で文法を組み上げて単語を1個ずつ構成してってっていうのをゼロからやろうとすると、あまりにも負荷がでかいわけですよね。で、そうすると脳みそがパンクしてしまうから、話すっていう行為に間に合わなくなってしまう。塊で自分の中にインプットしておくと、それをテンプレ化すればスラスラと言葉が出てくるわけですよ。で、そのチャンク表現を言って時間を稼いでる間にゼロから組み立てるっていう方向に脳みそを使えたりするわけですよね。だから塊を覚えておけば空きスペースができるみたいな、そういうイメージみたいですね。3つ目の理由としては予測処理が可能になる。定型表現のストックが増えると、この後にはこういう言葉が来るだろうっていう予測能力が高まって、瞬発力、リスニングの瞬発力が高まり、会話中のフリーズを防げるってことが示されているそうです。 For the sake まで聞いた段階で、次は of が来るなとか、その次にはさらになんかそういう目的系のなんちゃらのためにっていう、そのなんちゃらのその目的的なことが来るんだろうなみたいな予測ができるようになると、瞬発力が上がったり会話がスムーズにいったりするようになるから、だからセットで使うような表現をどんどんストックしようねっていうことみたいですね。どういうふうにそのセット表現、塊表現を覚えていけばいいのかっていうと、まず一つには品質のコアイディオムを優先するっていうのがあるそうです。例えば by the way とか a piece of とか、そういう日常会話でめちゃくちゃ出てくるような高頻度の定型表現をまず優先的にリスト化して暗記するっていうのが大事みたいです。で、これはもう今の時代多分 AI とかに聞けば一発で作れると思うんで、これをまずやりましょうと。で、2つ目としては別パターンも想定して覚えるっていうこと。例えば excuse me とかってもうなんか当たり前のように覚えてますけど、 excuse me だって定型表現ではあるけれども英語なんですよ。どういうことかっていうと、これを excuse us っていう風に使うことだってあるわけですよね。何が言いたいかっていうと、その定型表現を1対1で単純に暗記していくんじゃなくて、そういう丸暗記から一歩進んで、なんでそういう風になるのか
このエクスキューズってそもそもどういう意味なのかっていう意味のある学習にしないといけないよっていうのが書かれていました。1対1ですみません、エクスキューズミーすみません、エクスキューズミーすみませんって覚えていると応用が効かないから、そもそもなんでそうなるのかっていうのをちゃんと頭に入れる。そのためにはその表現のコアの意味とかを頭に入れる。そうするとエクスキューズミーがエクスキューズアスになった時にちゃんと対応できるし聞き取れるっていう、丸暗記するんじゃなくてちゃんと意味を覚えましょうっていうことだそうです。3つ目なんですけど、意図的に会話に使うっていうことだそうです。そのチャンクを覚えてそのままにすると宣言的知識っていうものになってしまうみたいなんですよね。知識っていうのは宣言的知識と手続き的知識っていう2種類があるみたいで、手続き的知識っていうのは逆に知識としてそれを知っているわけではないんだけれども使える状態ではあるっていう、いわゆるネイティブのような状態ですよね。ネイティブは現在完了形がこうだからhave beenなんだとか思ってないけど、でも現在完了形なるものは使えてるわけじゃないですか。こういうのを手続き的知識って言って、逆に現在完了形はなんちゃらかんちゃらだっていう知識としては分かってるんだけど実際の会話では使えないっていうのが、これが宣言的知識だそうです。でチャンクをただ覚えたっていうのはいわゆる宣言的知識の方だけになっちゃってるんで、それを実際の AI との会話とか英会話とかで使って宣言的知識から手続き的知識の方に持っていく必要があるよっていうことみたいです。だから事前に仕込んだチャンクを今日は会話の中で絶対3回使うぞとか、そういうのを決めておくとかなり効果的だよっていうのが示されていました。これが3つ目のチャンク単位で英語を覚えるっていうことです。4つ目の原則、理解できるレベルの英語を大量にインプットする。これは指示しているのは4冊、サバイバル英会話以外の4冊が指示していました。これどういうことかっていうと、自分が9割以上理解できるレベルの優しい英語教材を毎日大量に聞く、読む環境を構築しなさいっていうことみたいです。言語習得の絶対的な土台はインプットみたいですね。今回読んでいて非常に思ったところが、第二言語習得論においてみんなの意見が一致していることっていうのはおそらくかなり少ないみたいなんですよね。インプットが大事だとかアウトプットが大事だとか、発音がこうだとか逆に文法がこうだっていういろんな主張があって、第二言語習得論研究者たちの意見が総じて同じになることっていうのはかなり少ないみたいなんですけれども、大量のインプットが言語習得に重要であるっていうことを否定する人はほぼいないみたいです。それぐらいこの大量にその言語のものを素材をインプットするっていうことは言語習得においてこれが一番の鍵になるみたいですね。それほどにこの大量のインプットっていう原則はもう今揺るぎない地位になっているみたいです。でこれがなんでかっていうと、さっきの手続き的知識と宣言的知識のところと結構通じる部分はあるんですけど、実際のその生の英語を大量に聞きまくっていくと、その中でこういう単語はこういう場合に使うんだなとか、この文法を使うときは大体こういう場面の時なんだなっていう、これを直感力っていう風に言ったりするらしいんですよ。例えばこの単語はこういう時に使うっていうのを文法書で知ることはできるんだけれども、大量のインプットに基づく直感によってたどり着くこともできるよっていう、この両方が大事だろっていうのがこの第二言語習得論の総じてのスタンスみたいなんですよね、今のところは。だからどっちかだけで偏るのはダメで、両方やるのがかなりいいみたいなんですけど、でさっき一応 90% 以上理解できるレベルっていうふうには言ったんですけれども、これどういうことかっていうと、意味が全くわからないものを聞き続けていても何の意味もないみたいですね。大事なのは自分の脳の注意の焦点の中に入っているものを聞き続けるっていうことみたいです。要するに自分が理解できるものを聞き続けるっていうことみたいです。だから 90% 以上じゃないとあまり意味がない、学習効果は生じないっていうことみたいですね。じゃあこの原則に基づいて何をやっていけばいいかっていうと、多聴みたいですね。ポッドキャストとか YouTube とか、そういったものでひたすら英語をインプットしていくっていうことが必要みたいです。でその際は1個コツがあって、ただただ漠然とインプットをしていくんじゃなくて、ちょっと分野を絞ってインプットをしていくとより効果的みたいですね。例えばじゃあパイナップルの育て方について YouTube を見ていくとか、ずっと同じチャンネルを見続けるとか、そういう風に何かしらで範囲を絞っ
って見続けるっていうのが大事みたいですね。なんでかっていうと、範囲を絞って見続けると結構その人が使う特有の表現であったり、そのテーマ特有の表現っていうのが何度も何度も出てくるわけですよ。だからその表現をまず覚えられるし、使えるようになりやすい。なんかそういう風にこう同じ表現に何度も何度も出くわして、それをなじませていくとどんどん脳の処理速度、その英語に対しての処理速度がどんどん上がっていくんで、範囲を絞るっていうのが結構おすすめされていました。で、最後5つ目の原則、これは5冊全てが支持していました。アウトプットで知識を自動化するっていう原則です。インプットした知識を無意識レベルで瞬発的に使える状態にするためには、アウトプット訓練が必ず必要になるよっていうことみたいですね。知っている状態と使える状態っていうのは別物なんですよ。宣言的知識としてその知識をちゃんと知ってはいるんだけれども、それを使えるようにするためにはこれを手続き的知識の方に持っていかなきゃいけないわけですよね。で、この持っていくのに必要なのがアウトプットっていう、そういうイメージだそうです。そしてこのアウトプットをしなきゃいけないという状態が非常に大事みたいです。要するにインプットをしている時、海外ドラマを見るとか、なんか文法書を読んでいるとか、そういうインプットをしている時にこの後アウトプットしなきゃいけないぞっていうのが頭の中にあると、このインプットがより効率的になるっていうことだそうです。だから海外ドラマを見ている時も、この時自分だったらこう返すなっていうのを脳内でリハーサルするだけでもそれはかなり効果的だし、いい訓練になる。それで一番僕が今回一番面白かったのが、大量のリスニングをしたとしてもそれが話せることに直結はしないよっていうことみたいです。今そういうイマージョンとか結構多いじゃないですか。ひたすら海外ドラマとかポッドキャストとかをインプットしていれば自然となんか話せるようになりましたみたいな、そういうのって多いですけれども、第二言語習得論ではそれは半分正解で半分間違いっていうことみたいです。この第二言語習得論系の本で何度も登場した言葉があって、それが転移適切性処理説っていう言葉なんですよ。これすっごい噛み砕いて言うと、ある特定の技能の練習っていうのはその技能の向上にはつながっても他の技能にそれが転移していくことはないよっていう。例えばリスニングのトレーニングをひたすらしている人はリスニングの能力が向上するけれども、それがスピーキングにつながったりスピーキングの向上につながったりすることっていうのはあまりないよっていう理論みたいです。これが要するにさっきのイマージョンの話に戻りますけれども、大量に海外ドラマを見て大量に英語の音声を聞いたとしても、それはリスニング能力の向上には確かにつながるだろうと。しかしそれはスピーキングの能力の向上にはあまりつながらないよっていう、これが転移適切性処理説みたいです。だからリスニング能力を上げたいんだったらリスニングの勉強をすべきだし、スピーキングの能力を上げたいんだったらスピーキングの勉強、スピーキングの練習をしないといけないよっていう。話したいんだったら話せ、聞きたいんだったら聞けっていうことなんですけれども、だから自分も今英語の勉強をしていて、なんかとにかくドラマを見たりいろんなインプットをしていけば、なんか自然と自分の言葉が出てくるようになるのかななんていう割と希望的な観測をしていたんですけれども、いやそれだけじゃダメだぞっていうのを教えてくれて、本当にこれはありがたい教えになりましたね。実際に自分で口に出して言うっていう練習もしていかないとそれは話せるようにならないよっていう。じゃあ具体的にどうやってアウトプットの練習をしていけばいいかっていうと、まず一つ目が独り言および英語の日記をつけようっていうことだそうです。例えば今目の前に入ったことをとにかく片っ端から英語にしてみるっていうのは挙げられていましたね。ブランコって英語で何て言うんだろう、スイングって言うんだとか、そういうのを一個一個分からなかったら調べて、とにかく目の前のことをどんどん英語にしていったり、目の前のことに対して意見を言ってみたり、感想を考えてみたり、そういうのを徹底的にやっていく、独り言をしていくっていうのが大事みたいですね。必ずしも口に出す必要はないみたいで、頭の中で考えるだけでもある程度の効果はあるらしいんですけれども、できれば独り言として声に出した方がより効果的だよっていうことみたいですね。あとは一日の終わりに毎日1分間ぐらい即興でその日起きたことを動画で撮影するっていう、このビデオ日記も結構いいよっていうのは結構書かれてましたね。で2つ目が432法による負荷トレーニング。ある一つのトピックに対して4分間3分間2分間でスピーチをしていくっていう方法みたいです。例えば、今回のこの外国語学習に関してまず4分間でスピーチしてみる、英語でスピーチしてみる。
でその後にそれを3分間でスピーチしてみる。でその後に2分間でスピーチしてみるっていう訓練なんですけど、これなんで効果的かっていうと、当然同じ語彙同じような表現を話すことになりますよね。そうすると同じ表現を3回言うことになるんで、その言葉に対する流暢性が上がるっていうのがまず一つあります。もう一個が時間がどんどん短くなっていくんで、早く言わなきゃいけないっていうところでより流暢性が上がるっていう、この2点みたいですね。とはいえ最初からいきなりトピックに対して4分間喋るっていうのは結構難しいと思うんで、2分間1分半1分とかそういう短めのタイムから始めてもいいよっていうのが書かれていました。この独り言とビデオ日記、そして432法のトレーニングっていうのが具体的なアウトプット方法として紹介されていましたね。っていうこの5個が今回の英語学習本で分かった共通項なんですけれども、1つ目から振り返ると、1個目沈黙しない技術を最初に身につける、2つ目ネイティブ進行を捨てる、3つ目定型表現で英語を覚える、4つ目理解できるレベルの英語を大量にインプットする、5つ目アウトプットで知識を自動化する。この5つみたいですね。で今回こうやって英語学習本で学習法を調べて思ったのは、才能が必要とか特別な才能がないと英語学習ができませんなんていうことを言っている本は当然一冊もありませんでしたね。むしろそうではなく、今までやっていたあまり効果がないような勉強をやめて効果的な学習に切り替えようねっていうのが全ての本で共通していたスタンスです。だからやることをやみくもにどんどん増やしていくんじゃなくて、自分にとって効果的なものっていうのを見極めて、それをやってみて試して効果を検証してっていう、そのブラッシュアップをどんどんやっていくっていうのが限られた時間で成果を出さなければならない、僕ら大人のやるべき勉強法なんだと思います。だから僕もこのメソッドをね使って今後英語を勉強していって、半年後にはオーストラリアにワーホリに行くわけですけれども、理屈はねこれでも全部出揃ったんで、あとは毎日毎日淡々とこの勉強法を自分に取り入れ試してっていうのをやっていくだけです。もし同じようにね英語学習でなんか困っている人がいたら、今回参考になったら幸いです。じゃあ以上です。